日かと恐れていた、いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら、己つなぐ鎖断ち切り、心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら、目指せ遥かな地平、さらば優しき日々を、もう戻れない、もう帰れない、太陽の牙だぐら。デロイヤに独立を！ザーナ注意！何をしている！早くしろ！ザーナ注意！このクソタレが！注意聞こえんのか？部下に命令は出せません。何？違法です。たとえ基地の責任者であっても裁判にもかけず本体にも報告せず逮捕者を少佐一人の裁量で処分するのは軍規違反です。黙れ！注意の分際で！デロイヤ人の分際でとはっきり言ったらどうです？貴様！どうしても処刑せよとおっしゃるならその前に本体で裁判にかけてから執行します。待て！撃つなら撃ってください。みんなの前で。やめてください！撃つなら自分たちを撃ってからにしてください。周囲殿は自分たちの代わりにあんなことを言ったのです。お前たちは下がってろ。周囲殿を撃つならまず自分を撃ってください。抜かしたな！中佐殿。タイ、ゲリラどもの処刑は延期する。は周囲を衛曹にぶち込んでけ。は関係者以外に知らされることなくパルミナの一基地で起きたこの些細な出来事がその後のデロイヤの歴史を大きく塗り替えていくことになろうとはこの時点で予測し得た者は誰一人としていなかった。ドナンカシム連邦評議会議長はデロイヤの政局の安定を図るため地球に戻り各州の代表とトップ会談を開き協力を取り付け再びデロイヤへと向かっていた。一方ここアンデイ鉱山に立てこもるサマリンたちはそのことがもたらす今後の地球の出方に対応すべく協議していた。我々が何を言わんとしているか聡明な皆さんならこれでご理解していただけたと思います。お役に立てず申し訳ありません。ではこれで失礼します。早速ドナンカシムが地球に出向いた効果が現れたようだな。出てってくれと一言言えば済むものを何を回りくどくごちゃごちゃ言ってるんだ。所詮彼らは地球からの一言で動く子役人。今ドナンカシムと表立って争うのはまずいと三州のトップが下した政治判断に従ったまでさ。いつまでもここにはおれんな。三州を議会工作で抑え込んだドナンカシムは必ず強硬手段に踏み切ってくる。
そう時間はありませんな。差し当たってここを出た後、本部をどこに移すかが問題だな。この間から検討していたグランテがいいでしょう。グランテ？ここから北へ300キロ行った山岳地帯です。軍はパルミナにどんどん兵を増強しているが、今のところこの辺りに勢力は及んでいません。それでそこへ移動するまでのルートは安全なのか？コースは3つありますが、一番安全なルートでも2つの基地の勢力圏内を通過しなくてはなりません。問題はその2つの基地の規模がどのくらい拡大されているのか、正確な情報がつかめんことです。他に候補地は5つ6つ挙げてみましたが、どこもグランテより条件が悪い。グランテを仮の本部にするとしてだ。300人もの同志が移動することになる。ルートの安全確保は怠れん。少佐、あなたにはルートの確保を頼みたい。わかりました。太陽の牙のメンバーに急ぎ情報収集させます。こんなこつ来たなか。てめえたちの都合で今度は出てってくれなんてよ。欲で動いてるのよ。得にならねえことはしねえさ。まして奴ら500人上から言われりゃへいへい言うこと聞くしかねえだろ。まるで今の俺たちみてえだぜ。グランテみんな無事に入れるといいけどね。それも皆敵がどのくらい当選簿しているかで決まるさ。出発するぞ。それにしてもよ、お上に立てつくと日が差さねえとこばっかり走るわい。お天道様の下を堂々と歩きてえなら突っ張らねえで連邦軍にでも入るんだな。冗談じゃなく、お上に言いたいことは山ほどあるばってん。うまく言えんから鉄砲持ってんだよ。銃の引き金なんて誰が考え出したんだろう。あ、なんでもない。自分ばかり飲んでないで僕にもくださいよ。悪い悪い。どげした連邦軍だ。妙な具合だぜ。脱走兵かもよ。今動くのはまずい。やり過ごそう。こっちへ来るよ。まずいよロッキー。どうする？突っ走るか？今飛び出したら見つかるだけだ。しまった、ヘリまで出てたのか。ダグラム、ダグラムだ。何？とんだめっけもんだぜ。バックしろ。森の中へバックだ。バックだバック。おじい急げ。来い。撃たないでくれ、撃たないでくれ、追われてるんだ。セガラシャこっちだ。大丈夫か？なんてこった。ふざけやがって。なんだと？ダグラムが？ゲリラが7、8人います。3人はその中に。くそ、奴らゲリラと通じていたのか。ダグラムがあるんじゃこれ以上の接近は危険だ。
基地からコンバットアーマーを呼ぶ。それまで奴らを釘付けにしろ。グズグズはできん。ここを突破するぞ。ハックル、聞こえるか？はーい、まずよく聞こえんだなっす。こんな時にあいつの声を聞くと一度に戦闘意欲がなくなっちまうよ。いいか、お前たちのトレーラーを前に出して2台のジープの横にぴったりつけるんだ。それじゃあ僕たちが盾になるんですか？そうだ、つべこべ言わずさっさと出せ。まず危ねえことになったなっす。動き出したぞ。よしみんな、トレーラーを盾にして突破するぞ。おっと、逃げるなら俺たちも連れてってくれ。一緒に連れて行ってください。頼む、俺たちを助けてくれ。ふざけんな。お前たちが来なきゃこんなヤバい羽目にはならなかったんだ。とんだとばっちりだよ。何度追われてんだか知らないけど、自分たちのことは自分たちで始末しなってんだよ。たく。よし行くぞ。連れてってくださいよ。同じデロイヤ人じゃないですか。今なんて言った？自分たちはあんたたちと同じデロイヤ人だと言ったんです。デロイヤ人だろうと地球人だろうと連邦軍は連邦軍だ。みんな乗れ。クリーンはトレーラーだ。待ってください。途中まででいいんです。お願いです。自分たちを連れてってください。グズグズできないんだ。お願いです。捕まったら自分たちは銃殺です。何をグズグズしてるんです。クリーン、オタオタするな。ロッキー、彼らは武器は持っていない。敵かもしれないけど、このまま置いてくわけにはいかないだろう。俺、その代わり妙な動きをしたらぶっ殺すからな。はい。基地からの増援隊はまだか。基地は出ています。成績だ。みんなを呼べ。あいつら頼みもしねえことしやがって。やろう。おい、何かあったのか。バルディ、ゴーレン、ディムルの3人が脱走したんだ。脱走？それで奴らは？まだ捕まったという話は聞いていない。ゲリラと一緒になって逃げてるらしい。おい、たった今当基地全軍に箝口令が出たぞ。箝口令？注意の一件も絶対外に漏らしてはいかんそうだ。それになんだ。この前中止したゲリラの処刑を俺たちにやらせるらしい。くそ、小隊長は何のために映像に入ったんだ。バルディ、ゴーレン、ジムル、逃げろよ。逃げて人を人とも思わない少佐の豚野郎に思い知らせてやれ。このまま行けばまた森林地帯になるよ。そこへ逃げ込んじまおう。必ず巻いてやる。コンバットアーマーだ。何？あれは、あのタイプはいつから配備されている？つい最近です。これからは全軍あのアイアンフットタイプに切り替えていくと言っていました。アイアンフットタイプ。
我々は前に回り込みます。後ろを塞いでください。分かった。ダグラムもろとも倒せ。いいか、ダグラムもろともだ。くそー。クリーン、見かけないやつだ。気をつけろ。分かってる。俺たちは後方を固める。やられる時は一緒だなっせ。違う。今までのリニアガンと性能が違う。せめて一機だったら。まずかばい。これ早くつらからんと。退却だクリーン。データもわからねえやつと渡り合うってのは技巧じゃねえ。クリーン、分かった。いつでも退却できるようにしておいてくれ。分かった。行くぞ。まずいことになった。予定外のダグラムはともかく脱走兵を逃がしたってのはまずい。連邦軍の中にデロイヤ人が8割いるんだぞ。そのデロイヤ人の小隊長がわしの命令に従わなかった。そんな噂が外部に漏れてみろ。今後の指揮に多大な影響を及ぼすぞ。追悼隊を送ると同時に兵士に箝口令を徹底させます。外部に漏れる前に何としても内部で処理するんだ。自分たちは連帯責任で衛曹にぶち込まれるのが怖くなって逃げてきたんです。連帯責任？俺たちの小隊長が上官の命令を拒否したんだ。あんたたちと同じゲリラの処刑を拒否して衛曹にぶち込まれたんだ。詳しく話してみろ。我々のいたウラル基地では全兵士の2割ぽっちしか地球人がいないんだ。すると残り8割もの兵隊がデロイヤ人ってことか。仕事があれば誰が連邦軍なんかに。資本力のないデロイヤ系の会社は地球資本に次々と潰されているんだ。
女房子供抱えてほっぽり出された俺たちはどこへ行けってんだ。地球人のやつら、軍隊の中でも自分たちデロイヤ人を差別するんです。軍の中でゲリラを処刑するとき、決まってやらされるのは自分たちデロイヤ人の兵士なんです。処刑だと。俺たちが好きで同胞を殺されるとでも思っているのか。地球人のやつら、知っていながらわざと自分たちに引き金を引かそうとしているんです。ガボール・ザナ中尉は同胞に引き金を引きたくない俺たちの気持ちを察してくれたんだ。中尉は完全と上官の命令を拒否した。誰にでもできることじゃない。ガボール・ザナ中尉。中尉も同じデロイヤ人だ。よーし、終わっただなせ。世話になったな。気をつけていけ。ちょっと待って。気休めだ。的な。信じられんことだがな。我々にとって悪いニュースではない。指定地点に太陽の牙の伝令を待たせていますが、折り返し何か伝えることは？思ったより早く鉱山を包囲している軍が動きそうだ。我々も数日内にここを出る。彼らには次の指令があるまで先へ行くなと伝えてくれ。わかりました。では。考えてみれば俺だってその中尉と同じことをしたってわけだ。しかし下級兵にまで不満が高まってきているとはな。そのうち必ず吹き出してくるぞ、軍の内部から。連邦内の不協和音を力でねじ伏せたドナン・カシムはアンデイ鉱山総攻撃を決意。情勢の急変を察知したサマリンは総員のアンデイ鉱山無血脱出を計画した。エキソダス、明日のデロイヤの解放を目指して世紀の大脱出が始まる。次回アンディ鉱山攻撃命令 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション